ボンジュール。フェルメールゆかりの町、オランダのデルフト。前回の動画をご覧くださった方は、この風景もおなじみですね。フェルメールが描いたデルフトの眺望、それが描かれたというポイントです。今いる場所はデルフトの旧市街の外周の部分にあたります。地図でいうとここ。そして隣に壺のようなマークが見えていますが、そう、デルフトは焼き物でも有名ですよね。今日はまずその博物館に行きましょう。先ほどの運河沿いの道を旧市街とは反対の方向に歩いています。すると運河にかかっている橋が船を通すために回転しているところでした。そのためにこうして橋を渡りたい人がたもとで待っているんです。船がすっかり通り過ぎてしまうと橋が動き出しました。運河にかかる橋というとゴッホの羽橋の絵などが有名ですけれど、あれは上に開く形、そしてこんな風に回転式で開く形のもあるんですね。それにしても急いでいる時にこのスピードだとちょっと焦りますね。オランダ人の遅刻の理由の一つが橋が上がったからと言われるそうですけれども、もっともだと思います。さあ、橋が元通りになって踏切が上がると、皆さんスタートダッシュ。この辺りは旧市街とは風景が全く違っていて、道幅がとても広くてどこか近代的な感じです。少し先の方にはデルフト工科大学もあるようです。そうこうしているうちに目的地に到着したようです。ロイヤル・デルフト・ミュージアムです。デルフト焼きというのはおそらく皆さん聞いたことがあると思うんですが、現在もこうして伝統を継続しているのはロイヤル・デルフトというこのメーカーのみ。こちらは1653年に創業して、今でもデルフト焼きの生産を続けている。そして博物館としても開放されている場所です。建物の中に入ってみましょう。ロイヤル・デルフトの青絵の皿が並んでいます。そう、私はこの花瓶を見るとオランダに来たなと実感します。この形の花瓶って他の国ではあまり見かけないと思うんですが、チューリップを美しく飾るための花瓶。チューリップもまたオランダを象徴するものですよね。これは1910年頃の絵付けの様子だそうですが、男の人ばっかりって思いますよね。でもそうではなくて、男女別々にお仕事していたんだそうです。こちらが現在の工房です。このように実際の絵付けの様子を間近に見ることができます。今この技術ができる方は約10人ぐらいいらっしゃるそうなんですけれども、このレベルになるまでには10年以上の経験が必要だそうです。こちらの工房は実際に仕事をしている場です。
こうしてあらかじめ撮影された動画が常に流れているので、例えば職人さんがお休みであったりしても、具体的にどのような作業がされているのかを見ることができます。この方はすでに絵付けをしてあるものに釉薬を吹き付けていらっしゃいます。この博物館ではデルフト焼の名品をたくさん見ることができるんですが、中でも私が圧巻だと思ったのがこちら、アムステルダム国立美術館の大作、レンブラントの夜景を原寸大でデルフト焼で表現したものです。480枚のタイルでできているようです。青の濃淡だけで光の強弱、人々の表情を見事に表現しています。ロイヤルの称号を受けたのは1919年のこと。以来、王室御用達の窯として世界的に知られるようになりました。それにしても、このオレンジ色が気になりませんか？前回の動画でオランダ建国の父オラニエ公のことをお話ししましたけれども、オラニエというのがオレンジの意味なんだそうです。そのためオレンジ色がオランダのシンボルカラー。サッカーのナショナルチームやオリンピックの代表のユニフォームなどにオレンジ色が使われているのを皆さんも目にされていることと思います。こちらは王室の晩餐会用に制作されたシリーズだそうです。ところでフェルメールの作品にも青絵の焼き物がしばしば登場します。こちらの絵皿などはおそらく当時としては非常に高価なものだったのではないでしょうか。デルフト焼きの歴史を少し紐解いてみましょう。これはフェルメールとほぼ同時代のデルフトの地図。オレンジ色の点々が当時焼き物工房のあったところで、その数は30件以上。私が今指をさしているのが郊外の現在地で、ということは当時はかなり市内にあったということになりますね。ここに2つ焼き物がありますが、1つは中国慶徳鎮から東インド会社によってもたらされたもの、もう1つはデルフト製。どちらがどちらかわかりますか？正解はこの右がデルフト、左が慶徳鎮でした。こちらの絵皿は左側が古伊万里、そして右側がデルフト焼きです。中国、そして日本からもたらされた時期は当時大変な人気を博しましたが、もちろん高価だったので、それに似たものをデルフトで生産するようになりました。けれども決定的に違うのが、この当時のデルフトの焼き物は磁器ではなく、陶器に白い上薬をかけて、その後絵付けをしたものなんだそうです。ですので、この縁の欠けた部分を見ると土の色が出ている。それで見分けがつきます。フェルメールの時代、デルフト焼きは絶頂期を迎えていて、ヨーロッパの人々の趣味に合うものをどんどんと作り出していました。デルフトブルーと呼ばれるゆえんがこの辺りにありますね。けれども、イギリス、ドイツで磁器の生産が盛んになると、デルフトは価格競争に負けてしまい、工房が次々と姿を消していきました。そしてついにこの工房だけが残りました。ではどうしてこちらが現在まで継続することができたのか。その大きな理由の一つは、建築の分野に活路を見出したことです。
デルフトブルーの名で知られる繁栄の栄光。けれどもそれとは別の方向に舵を切って、このようにさまざまな建築用の陶器を生み出していきました。この工房兼博物館の建物そのものがまるで建築用の陶器のショールームになっているような感じです。こちらは中庭。歩いているとまるでどこかのお城とか修道院、そういったところを旅しているような気分になりそうです。私はここまでダイナミックな展示を想像もしていなかったので、なんだかとってもワクワクしてしまいました。そしてこの中庭に面してカフェレストランがあるんです。春から夏へと向かうにつれて、この中庭の緑もいよいよ豊かになって、さらに気持ちがいいでしょうね。こちらサンルームのような席なんですが、ここもなかなか素敵でした。棚にはさりげなくフェルメールのシリーズが飾ってあります。ここで私がお願いしたのはペインタージュランチ。画家のパレットをかたどったプレートでサービスされるランチのセットです。この日はアスパラのスープ、それからサンドイッチのトッピングが選べました。ドリンクが選べたんですが、私は生姜とレモンのホットドリンクをお願いしました。サンドイッチの方もそうなんですけど、このドリンクにも蜂蜜が添えられていました。かなりボリュームがあって食べ応え満点。美味しかったですよ。ではショップの方を覗いてみましょう。一筆一筆手書きされた芸術品といえる作品もありますが、日常使いの食器類もかなり充実しています。カフェレストランでも使われていた食器もあります。今年は史上最大のフェルメール展が開催されていますが、こちらロイヤルデルフトでもフェルメールのシリーズを発表しています。これはデルフトの眺望をかたどったタイルやお茶の葉を入れるケース、有名な絵画の数々がモチーフになっています。この左側、フェルメールの小道という作品、これもまたデルフトが舞台になっています。ではその絵が描かれたというポイントを尋ねてみましょう。キーフ市街の中心部まで戻ってきました。今ちょうど新教会の後ろの方に来ています。もう日が傾いてきて、風景がほんの少しオレンジ色がかってきました。ガイドさんの説明によると、小道の絵はこの運河沿いで描かれたということなんですが、それを研究者が特定したのは2015年のこと。結構最近ですよね。当時この辺りはいわゆる庶民の家が並んでいたそうなんですが、その一角にフェルメールのおばさんの家もあったそうです。家と画家のいる位置との距離は15から17メートルということで、この絵はまず運河を挟んで描かれたものだろうと推定。そして研究者は絵の中の家のレンガの数を数えたそうなんです。そして17世紀のレンガの平均的なサイズから家の間口の幅を割り出しました。当時の住民税は間口の幅によって決まっていたそうなので、税金の台帳と照らし合わせた結果、絵はこの通りの
40と42番地の間を書いたものだと特定したのだそうです。なんだか探偵ものめいてますよね。この辺り、家はもうすっかり建て替わっていますし、なんかみんな似たような感じなので、どこなのかなと最初迷ったんですが、どうやらこちらのポイントのようです。ダイドさんはこんな風にも言ってました。もしもあの絵がフェルメールの想像だけで描かれたとしたら、研究者の推理は根底から崩れてしまうんだけれどもね。確かにその通りですね。さて、パン屋さんに来ました。この絵に描かれていたパンを買ってみたいなといういかにもミーハーな理由でごめんなさい。閉店時間も近いということで品切れのものがたくさんあって、目指すようなパンは見つからない感じかな。これとも違いますよね。まあしょうがないと思っていたら、なんだかお土産に良さそうなものを見つけました。このクッキー、素朴な味で小麦粉の香りがふんとしてきて、なかなか美味しかったです。実はこの場所にも歴史あり。オランダ建国の父オラニエ公が暗殺されたという話は前回の動画でご紹介しましたけれども、暗殺者が前日に泊まっていたのがこの場所なんですって。甘いものというともう一つ、私がデルフトで思わず買ってしまったものがあります。それはこちらのチョコレート。デルフトのこのお店の中で作っているんですが、デルフト以外にもお店が拡大しているということで、なかなか人気なようです。オーナーのリチャードさん、とても気さくに迎えてくれました。さて、旅の時間も残りわずかとなりました。何かお忘れではと思っている方もいるのではないでしょうか。そうなんです。フェルメールのお墓参りをまだしていませんよね。フェルメールが祀られている旧教会に行きましょう。私はこの教会を歩くときとてもためらってしまうんです。この下にお墓が並んでいるかと思うと、どこに足を置いていいものやら。ガイドさんについてきました。どうやらフェルメールのお墓、ここのようです。1675年にフェルメールは亡くなっていますが、実際にこの石の場所に葬られたかどうかは定かではないそうです。とはいえ、新教会で洗礼を受けたフェルメールは、亡くなった時はこちらの旧教会の方に葬られたというのは確かなことだそうです。そして同じ教会の中にはもう一箇所、フェルメールの墓石とされているものがあります。といってもこれは2006年、フェルメールを検証する人たちがこちらに新たに設けたもの。ヨハネス・フェルメール、デルフト、そして聖ルカ組合のメンバーだということが刻まれています。北の門の前にあります。お牛は聖ルカを象徴するものだそうです。外はもうすっかり日が傾いてきました。そのせいで石畳の道の石の輪郭がよく見えます。夕暮れの小道、デルフトの街はつくづく光が美しいなと
実感します。2回にわたってお届けしてきたデルフトの街歩き、お楽しみいただけましたでしょうか。このカリオンのメロディーとともにお別れしたいと思います。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。